リモートワークが広がれば、女性は働きやすくなる。男女平等に近づく。そう思うでしょ？違うんですか？リモートワークって女性の味方じゃ。2026年、プリンストン大学とシカゴ連銀の最新研究が衝撃の結論を出した。リモートワークが増えるほど、男女の賃金格差は拡大する。拡大？逆じゃないですか？前回の動画でゴールディンの貪欲な仕事を紹介したよね。今日はその続編。同じ問題を最新データで分析して、さらに衝撃的な発見をした論文を解説するよ。続編？犯人は差別じゃなかったの？気になる。ファバーマン、ミラー、サヒンの3人が、2013年から2022年までの約455万件のアメリカの労働データを分析した。455万件。ゴールディンの469職種も多かったけど、桁が違う。まず基本的な格差から。年齢、人種、学歴、職業を揃えても、女性の時給は男性より約 20% 低い。条件を全部揃えてもまだ 20%。でもここからが面白い。転職率を調べたら、男女でほぼ同じだった。3つの別々のデータで確認しても差がない。転職率は同じなの？じゃあなんで給料に差が出るんですか？ここが革新。同じ回数転職しても、男性は給料が高い仕事に上っていくのに、女性は働きやすい仕事に移っていく。上ってるはしごが違うの。はしごの種類が違う。同じ努力なのに、行き先が分かれるってことですか？しかもデータで驚いたのが、女性は男性よりたくさん就活してる。在職中の応募数は女性 1.04 回、男性 0.80 回。休職時間も女性の方が長い。具体的な数字を見せるね。在職中の女性は過去4週間に平均 1.04 回応募してる。男性は 0.80 回。休職に使う時間も女性の方が長い。女性の方が頑張ってるのに、でもオファーをもらえる確率は？オファー率は女性 14.4%、男性 12.7%。女性の方が高い。でも応募あたりの効率は男性が上。つまり女性はたくさん応募してるからオファー総数は同じくらいになるけど、1回の応募の当たり率は低い。数を打ってカバーしてるってこと。で、結果的に転職先で選ぶものが違うんですね。理由がある。女性は転職先を選ぶとき、働きやすさを重視する。男性は給料を重視する。仕事の満足度を調べると、男性は給料との相関が 0.27、女性は 0.14。代わりに女性は育児手当や QOL との相関が 0.26、男性の4倍。男性はお金で満足して、女性は環境で満足する。でもそれって個人の選択じゃないですか？特に注目してほしいのが QOL、育児手当の項目。女性は 0.26 で、男性の 0.07 の約4倍。つまり女性は働きやすい環境にものすごく高い価値を感じてるの。4倍。それだけ重要だと思ってるなら、給料を多少犠牲にしても働きやすさを選ぶのは当然かも。いい質問。この研究はそこも分析してる。研究者がアメニティって呼ぶ働きやすさを数値化したの。リモートワーク、柔軟な勤務時間、肉体労働の少なさ、通勤の短さ、全部で7つの要素。働きやすさを数字にしたんだ。7つの中で男女差が最も大きかったのが、テレワーク可能性。次に、仕事のペースの緩やかさ。勤務日の柔軟性。全部、時間の自由度に関わるもの。で、女性はこの働きやすさの価値を男性より 13.7% 高く評価してた。同じリモートワークでも、女性の方が、給料が下がってもいいからリモートで働きたいと感じる度合いが強い。結果、男女の賃金格差の約 40% は、この働きやすさを求める度合いの違いだけで説明できた。40%。でも残りの 60% は？非就業の価値の差が約 40%、交渉力の差が約 15%、求職行動の差が約 5%、
ただし著者自身が、この好みの違いが社会規範に形成されている可能性は否定できないって書いてる。つまり、女性が自由に選んだ結果なのか、社会がそう仕向けた結果なのかはまだわからないってことですね。さて、ここからがこの研究の最大の発見。リモートワークのパラドックス。冒頭で言ってた拡大するってやつですね。なんで？研究チームがシミュレーションした。リモートワークがもっと手軽にできるようになると、賃金格差は 20.5% から 22.6% に拡大。一方で雇用格差は 12.5% から 10.9% に縮小した。賃金は離れるのに、働く人は増える。なんかねじれてる。なぜこうなるか。リモートワークが増えると、働きやすい仕事の選択肢が増える。すると女性は今まで通勤が大変で諦めてた仕事にもつける。だから雇用は増える。でも同時に、給料は低くても働きやすい仕事でいいって選択が増える。一方で男性は給料が高い仕事を選び続ける。結果、賃金の差は広がる。バイトで考えてみて。時給は低いけど家から近いコンビニと、時給は高いけど電車で30分の居酒屋。リモートワークが増えると、家から近いの価値が上がるから、女性は低い時給でも働きやすい仕事を選びやすくなる。ああ、働きやすさの選択肢が増えた結果、給料は下がるけど働く人は増えるってことか。しかもこれ、シミュレーションだけじゃない。実際に2024年、アメリカで60年ぶりに男女の賃金格差が2年連続で拡大した。女性は男性の1ドルに対して81セント、2019年は84セントだったのに。リモートワークが増えた時期と格差が拡大した時期が一致してる。さて、ここで日本の話。日本は実はこの問題がもっと深刻。また日本。前回も OECD ワースト2位でしたよね。しかもアメリカと逆で、日本ではテレワーク率が男性 31%、女性 17%、男性の方が高い。つまりリモートワークの恩恵を受けてるのが男性側。アメリカと逆。じゃあ日本ではテレワーク推進しても女性は恩恵を受けにくいってことですか？そういうこと。この研究の最大の教訓は、テレワークを増やすだけでは格差は縮まらないってこと。格差を縮めるには、仕事の評価制度そのものを変えないといけない。前回のゴールディンも仕事の構造を変えろって言ってましたよね。最新の研究でも同じ結論。最後にまとめよう。この研究の発見は3つ。1、男女の賃金格差の 40% は、働きやすさの好みの違いで説明できる。2、女性は男性より多く就活するが、給料ではなく働きやすさを選ぶ。3、リモートワークは雇用を増やすが、賃金格差は拡大する。働きやすさを選ぶことが結果的に給料を下げてしまう構造なんですね。だから必要なのは、働きやすさを選んでも給料が下がらない仕組み。前回紹介した薬剤師モデルと同じ。時間ではなく成果で評価する制度に変えること。リモートワークを増やすじゃなくて、リモートでも同じ評価をするか本当の解決策なんだ。ただし注意点が一つ。この論文はまだ最終版ではないワーキングペーパー。今後の検証で結論が変わる可能性もある。でも455万件のデータは説得力がある。ゴールディンの理論を最新データで裏付けて、しかもリモートワークだけじゃダメっていう新しい発見まで、すごい研究。次回も論文データで、みんなのお金の常識を揺さぶります。それではまた。
見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあ、またね。